皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちはハイエースで日本一周している夫婦です。現在、秋田県です。今日は秋田県の西側にあります、ちょっと出っ張っている部分、男鹿半島っていうところがあるんですけど、こちらを一周していきたいと思います。秋田県といえば生ハゲがもちろん有名だと思いますけども、その伝承館とかがあるのが男鹿半島になります。海沿いをドライブしながら生ハゲのところにも行ってみたりとか、いい景色のところにやっていきたいと思います。男鹿半島一周終わったら、今日はまた海沿いの道の駅の方に移動して、そこで温泉入ったりと、10泊旅の様子をお届けしたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。現在時刻8時40分です。道の駅男鹿生ハゲの里おかわれっていう道の駅で休憩させてもらってました。こちらの道の駅は施設自体もすごく新しくて、トイレも綺麗だし、レストランもあって、サイクリングもきっと男鹿半島は一周できるのかなという感じで、コインシャワーまでついてました。1回200円で使えるコインシャワーまでついてたし、すごく良かったです。で、秋田犬も土日限定らしいんですけど、当番変わって秋田犬との触れ合い場っていうところもあります。あとはババヘラアイスを売ってる売り子のおばあちゃんもいたりとかして、車で旅してる方はこちら拠点にされたらいいかなと思う場所でした。生ハゲ立像を見て、その後入道崎に行ってから生ハゲ館っていうような流れで行きたいと思います。はい。結構道が限られていますので、ぐるっと回る。そう。今日はまだ6月7日なんですけど、外気温8時の時点で18度、風がすごく冷たいです。できました。立派な生ハゲ。深いね。無事到着です。写真だけ撮りまして9時10分出発します。この後一気に坂を登ったんですけど、この日本海側を超高いところから見られてるのがすごくいいです。左側がすごい絶景。めっちゃいいドライブコース。ただ自転車ではきついです。きついって分かりました。絶対にやめた方がいい。入道崎に到着しました。出資所もと奥でいいんだよね。このお土産屋さんみたいなとこでいいんじゃないかな。天気がめちゃくちゃいい。いいね。久々だな。東西に登ってみます。入場料1人300円です。そんなに高くなさそうだぞ。セメントだー。おお、声が響くんだ。声が出て聞こえてくる。そう、遅れてはないけど。登りやすい。登りやすいすい。ランドセルは妖精の翼。ひたすら旋回だ。ここからちょっと段差が深くなります。疲れる。よいしょ。到着。おー。あ、いいね、上から見るの。高すぎなくてちょうどいいな。よく見える。おー。いい景色だ。こういうとこで気になるんだけど、この綺麗な草原はさ、誰かがやっぱ管理してくださってる。何やろ自動的ににはならないよ。う。何やろう。やっぱ俺はこれいうのを見るとゼルダと関係しちゃうんだよな。すぐね、映画とかアニメとかゲームとかに結びつけるのはやめなさい。もちろんこういうのは舞台になってると思うよ。ゼルダの祠へ祠。わかる人にはわかるけど、わからない人はわからないのよ。こっちまで行けるよ。いいね。300円だったらこんな天気のいい日は登る価値ありだと思います。今、男鹿半島の本当にてっぺんやから、あっちまで秋田だよね。陸がちゃんと見える。大体ここまで端っこに来ると風がめっちゃ強いイメージなんだけど、全然ここは風が吹いてなくて景色がゆっくり見られます。下から見るとそんなに高くないから、登る価値あるかなって思ったりもするかもしれませんけど、天気がいい日は最高だと思います。
すげえ静かな場所です。静かだね。鳥の鳴き声しか聞こえない。北緯40度か。これが北緯40度。駐車場沿いにはお土産店がいくつもあります。ご飯も食べられるね。淀崎はすごく静かで穏やかな時を過ごせる場所でした。はい、10時25分出発して生ハゲ館に行きます。先ほどから亜美さんのくしゃみが止まらないんですが、いや、さっき止まらなくない？今3回ぐらいしただけ。おそらく生ハゲアレルギーですね。私きっと悪い子なんだ。それはね、今頃気づいた。生ハゲ館、これでいい。生ハゲ館へ。館だったら面白い。あ、鳥居まで出てきた。あ、そうか、神社もあんのか。失礼します。神殿神だ。神殿神じゃないでしょ。心が通っておりますね、僕たち。おー、鬼瓦みたいな生ハゲが今いた。めっちゃ長せや。これチケット買ってきました。で、そこの生ハゲ館だけじゃなくて、伝承館の方で実演があるので、そのセット1100円で購入しました。こっちだけでももちろん大丈夫です。せっかくならやっぱ実演も見たいので、こっちも行きます。11時からの分で遅れないように先に行きます。孫は孫で学生げば先生の言うことがよく聞いてるさ。いざ帰ってこればちゃんと宿題もやって家の手伝いもする。なんといい嫁だ、いい孫だと思ってるさ。なんだが今黙っておやつの話すくでいれば、孫と嫁とこかばったような言い方するこいな。なのにさ、おやつ、なんぼ生ハゲそばすまきだって、うわ、その生ハゲ大長だこれ。おいからなんだこれ。学校からうずさ帰ってこいば、宿題一つもやらねえで、ゲームばっかりやって、なんも勉強さねえで勝てやると。そうみののくいの。去年生ハゲさんに注意されてからちゃんと治ったはずだけどな。おずでやってたか。はおじさん。はい。おずでやってたか。頑張ります。そうだ。肩叩いてください。優しい。ちょっとやってるのか。頑張ります。やってます。頑張ってやってますが。やってま。やりますすが。やってます。はい。なんだかいつもこれ、レスコで似てか、カラオケ様やってないのにか。カラオケは行ってません。大丈夫です。頑張ってな。ありがとうございます。山さん向かって、手で下げ。おーい。いつでも山から降りてくるからな。大丈夫だな。な。皆さん、1年間が病気しないように、しっかり晴れたと。また来年来るから、みんな元気出るよ。はい。元気出るよ。また来るぞ。頭に巻いております。私も頭良くなれる。やっと。着てるバラの衣装から落ちたものは神様の力が宿ってるから持って帰るといいと。頭が良くなって、あとは財布とかに入れておくといいこらしい。れこうちぎってちっちゃくしてとかでもいいし、体の悪いところに巻いたりしたりする人もいると。素直な感想としては、怖いももちろんあったんだけど、話が面白かっちた。ゃんとすごく考えられた話になってて、本当音とかはめっちゃ怖いんだけど、それも悪霊を取り払うためにわざとガンガンってやるらしくて、それよりも最後にね、一人一人にちゃんと生ハゲさんが声かけてくれて、設定の中にね、お嫁さんの熱子さんって人が出てきたんですけど、女の人みんなに「お熱子か熱子か」って言ってるのは面白かった、めっちゃ優しかったね。で優もしかった。頑張れよ。頑張来年もれ頑張頑張れ。れよってはい。これで厄払いもあるし、安全にこれからの旅ができそうな気がしました。すごく
はい。今から生ハゲ館の方に行ってからちょっと勉強していきたいと思います。はい。うわ、全然見えない。ない。リゴはイレガー。レイコはイレイか。お面とかも売ってるんだね。すごい。これ車につけたい。しかも立派だね。ほら、こっちとこっち違う。手作りも余計。これ欲しい。これいいね。これ先生してた時やったらさ、絶対これつけてたらめっちゃ人気者になれてたよ。別にそれで人気者は狙わない。めっちゃ可愛いね、でも。可愛い。すごい可愛いんだけど、この色3色ね。これもなんとなく生ハゲで可愛いけど。よく見たら生ハゲ。私的にこっちをしたい。いいな。可愛い。可愛いね。ちゃんとネクタイピンまである。めっちゃいいじゃん。こちらで乾杯してから移動します。12時22分再出発します。はい。生ハゲ館自体は展示室が広いわけではないので、うんもうほんとあっという間ではあるんですけど、うん15分程度のシアターがどんな様子なのかっていうのがしっかり知れて面白かったなと思いました。鑑賞館とセットでゆっくり見て1時間ぐらいはみっちりと楽しめたところです。多い生ハゲの口に食べられます。いやー、リゴはイレガー。シューッと。小川半島ってね、結構買い物するところもいっぱいあるから、ほんと観光に来た人でも全然不自由なく過ごせるなっていう。ここもちょうどモールの近くやから。菓子の街ってことなんだろうね。街中だね。では食べてきます。2時43分到着です。しょっつる焼きそばを目当てで行ったわけなんですけど、店の雰囲気もすごく落ち着いてよかったですし、席数もたくさんありそう、まして、すごいいっぱいあって、宴会とかにも使われるだろうなっていう感じだったんですけど、お昼時ちょっと過ぎてからだったらかなりゆっくり食べられるなと思ったし、お値段もそんな高くなくて、種類もいっぱいある。ここの男鹿の名物も食べられるし、こちらのお店もすごく美味しかったのでおすすめです。はい。そんなに長い時間登ってないけど、一気に景色が綺麗になってきました。わ、これはすごい絶景綺麗ですわ。いいね、夏山はね。めっちゃいいね、この緑。やっぱ綺麗よ。来ました。13時46分、寒風山展望台到着です。うわー、ここから見るだけでもすごい。うわうわー、すげー。田んぼが目の前や。めっちゃ綺麗。すげー。こちらの駐車場に停めてから、こちらの展望台まで登っていきます。はい。こちらは8時半から夕方5時までということですね。風はね、そんな吹いてない。うん。It's my birthday. I thought you might have called just to see how I've been, but you don't call no more. Ooh. So what would I say? 'Cause even if you think こちら回転展望台です。同じ風の中、We don't stop。道の先に but it's just too sad.
wish we could move to Prague and rent out a beat up blocks. Turn our locations off. 正直この寒風山展望台に関しましては、この辺からも十分綺麗にほぼ360度見えるので、あれに乗らなくてもいいかなとは思います。どっちでもいいと思います。記念に私たちは入ってみたけど、見たけどねあれはあれでゆっくり見れるからいい。まだあ、やってますね。目的地に近づきました。怠け者はいねえが。小笠よく奇跡だな。面白いとこいっぱいあるからじっくり見ていってきね。どちらから来たの？僕らは宮崎です。宮崎。何が名産？マンゴー。あ、マンゴー。美味しそう。ね、あれ、お高いでしょ？高いです。マンゴーは高いです。高いわね。お花取れます？取らせていただきました。ありがとうございます。取れました。ああ、よかったよ。美味しいよ。スープいいですか？あ、大丈夫ですよ。バラの。柄がこのまま250円。大量に。ありがとうございます。いただきます。ありがとうありねが。とうございます。バナナとイチゴの味らしいです。おいしい。暑いからさ、爽やか。うん。かき氷よりもすごく滑らかな感じ。ちょっとシャリシャリ感はやっぱりあるんだね。うん。いちごが多いから、いちごの風味がいっぱいって感じ。安くてうまい。おばあちゃんの言う通りだ。本当だね。結構このババヘラアイスのお店はいろんなところにあるんだけど、目印可愛いパラソル、あとおばあちゃんたちがかぶってるさ月みたいなの可愛いじゃん。ババヘラの色してる月かぶってる、でもスーパーにも売ってる普通にカップのやつです、美味しいです。それでは時刻は4時ですが、もう一箇所生ハゲと写真が撮れるスポットがあるので写真撮ってから行きたいと思います。はい。道沿いにあるもんなんですね。ねえ、道沿いにある。ああ、駐車場は広々、トイレ休憩、観光案内所なんだね。それでは16時33分、小菓子を出まして、今から秋田県の南の方に向かっていきます。東北最大級の道の駅というふうに言われてるらしく、そちらは温泉施設もございますので、夕日を見ながら入れると思うので、ちょうどいい時間に着くかな。途中でご当地のスーパーに寄ります。もうすぐスーパーに着きますけど、もうここまで戻ってきました。こちら青森に行く時に立ち寄りました。りょうくんの命を救ってくれたと言っても過言ではない自動販売機のうどんがあった道の駅です。今日は上から見たらすごく綺麗だろうね。そこのタワーに登れるんですけど、あそこから見た景色がまたいいです。無料で登れるってところがすごいな、いいよね。来ました。こちらの伊徳さんで買い物したいと思います。ここは結構東北で見るご当地スーパーかなと思います。見えてまいりました。本日の道の駅久方船の丘です。綺麗、夕日がまだ見えています。モンベルもある。の前にはツルハドラッグ、ガストもある。東県内にローソンまであります。セブンもあります。ガソリンスタンドもあって、左手には、はい、先ほども映像で映ったと思いますが、鳥海山が綺麗に見えております。すごいちょうど綺麗な夕日が見えると思うから、ちょっと先に夕日見てからこっちに向かいましょうか。それでは18時35分到着です。はい。モンベルはまだオープンしてなさそうでした。多分ですけど。夕日が沈む様子が見られそうなので、このまま温泉に行ってきます。行きます。車内に戻ってきまして、早速こちらのキリポン
キリポンタ。きりたんぽ鍋を作っていきます。きりたんぽ実はお店で一回食べてるんですけども、それがすごく美味しかったので、内でも食べてみようと思いまして、スーパーで買ってきました。二内地鶏の鶏肉も少ないですけどありましたので、そちらを使ってはい。忠実に再現していきたいと思います。中にはきりたんぽとだまこというものが入っておりまして、それにプラスして比内地鶏のスープが入っております。これは美味しく召し上がるコツとしては、一回電子レンジでチンするといいらしいんだけど、硬いからだと思うけどね。それはできないので、もう鍋に直接入れてから、鍋の中でこれは短く切っちゃいたいと思います。半額で買いました。今回はね、量よりもお肉は質ということにしました。鍋にスープを入れ煮立たせます。はい、入れます。わかりやすいな、これ。説明書まで入れてくれてる。ごぼうも粗いごぼうがあったからすごい助かった。やっぱごぼう入れると全然違うんですよ。ささがきじゃないので早めに入れます。あ、切れそう。切れました。あんまり煮込みすぎちゃダメみたいで。鶏肉入れます。舞茸を巻いたれ。舞茸、昨日巻いたっけ？庭に巻いてた。完成。美味しそう。じゃじゃん。こちら、生ハゲイパ地ビールを買ってみました。道の駅小川に売ってたやつです。ワールドビアカップ2022のインターナショナル金賞受賞だそうです。じゃあ、次まこちらにした。おー、ちょっととろみ感じ。北県に乾杯いただきます。香りが強い。すごい、爽やか。ちゃんと後に苦味は来るけど、来るね。めっちゃ爽やか。すごく爽やか。美味しい。北県産を含む世界各国のホップを使用し、フルーティーです。華やかなアロマと苦味が非常に強烈に感じられるインディアペールエールスタイルです。ちゃんと今俺らが感じた通りやったね。フルーティーさとちゃんと後で苦味が来る。後味苦いかも。では早速。いただきます。美味しそう。うまい。若干コリってしてそうな見た目をしてるけど、柔らかいし、でもしっかり食感がある。なんだろうな。プリっていう表現が一番いいのかな。この食感が好きなんだよな。ああ、いいね。美味しい。きりたんぽも完璧です。ちょっと崩れかけてきちゃってるけど。ちゃんとつぶつぶ感もあって。スープ美味しい、これ。美味しいね、これ。丸めることをダマにするで、ダマっこらしい。きりたんぽの食感とは結局似てはいるんだけどね。そう、ちょっとザラッとしてる感じだけど、もちしてて。うまい。めっちゃうまい。きりたんぽ鍋も食べれてよかった。季節的に。6月で。例えば温泉はですね、ちゃんと無事に夕日を見ながら温泉入ることができて、4階に温泉があるんですけど、その展望風呂ってなってて、天ではないからガラス張りの展望風呂だったね。サウナと内湯のみの塩化ナトリウム泉でした。ちょっと茶色っぽい色だったね。岩要素だったね。すごくいい泉質で、夕日がね、めっちゃ綺麗だった。綺麗に海に雲かかってなくて、こう沈んでいく様子っていうのは初めて見て、こんな水平線に綺麗に隠れていくの初めてで、周りが明るいのがさ、どんどんこう吸収されていくのがすごい神秘的だった。すごい綺麗だった。超綺麗だったね。温泉入りながら見る夕日はもう別格でした。贅沢やったな、でも。中も広々してたし、道の駅にこんないい温泉あるなんて、すごいいいと思った。450円でサウナまでしっかり楽しめるって最高だと思う。これにて1日終了です。今回は男鹿半島を一周してきましたが、男鹿半島めちゃくちゃ気に入りました。景色もたくさん楽しめたし、もうほんと絶景だったし、食べ物とかも美味しくて、おすすめのスポットだなと思いました。今回は天気にも恵まれて、秋田の素晴らしいところを見ることができたので、大満足な一日となりました。はい。それでは今回の動画はここまでです。私たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございましあた。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。お兄さん、出てません。ああ、次にね。ゲームの後は勉強もしてるって書けてんですか？もう大長さんだば、勉強の勉のずのために、なんですか。もう少し勉強するように、ちゃんと親父から注意さねばダメだこれ。はい、わかりました。